ピリチャルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は2025年8月の7日に火星が天秤座へ移ります。そして、9月の22日、天秤座の新月の日に、さそり座に移動するまで約1ヶ月半ですね、天秤座にステイします。これ結構大事なポイントです。その理由も後で述べますが、なのでこの1ヶ月半、避けるべき行動は何か、それから皆さんの信頼度を一気に爆上げする行動は何か、そしてそれからさらに12星座別のこれやるとこの1ヶ月半、もう人からの評価がぐっと上がるよというお話をしたいと思います。最後までご覧ください。そしてこの動画にたどり着いていただいてありがとうございます。私はオーストラリア・シドニーで2児の子供を育て、もう2人とも大きいんですけれども、そして、オーストラリア・シドニーで今3軒目のクリスタルショップ、それからスピリアルアカデミーという先生術や開運のための行動、周波数を上げるセミナーなどを開催しております。この YouTube のおかげでたくさんの方と知り合えて、今日本から会いに来てくださったり、日本からもオンラインの個人セッションに申し込んでくださる方がとても増えて、その延長線上でこの私のところに降りてきたセプタクラムソウルジャーニーリーディングという先生術、カラーセラピー、数秘術、新世紀科学がすべて入ったこのカードとともに降りてきた、これを日本で広めてくださっている方たちも増えております。ぜひ日本にも今プラクティショナーさんいっぱいいらっしゃるので、オンラインでもできるんですけどね、直でこのカード見たいという人もいるかもしれません。ぜひ日本のプラクティショナーさんも探してみてください。そして皆さんもぜひウェルカムです。まだまだお仲間を増やしたいと思ってますので、まずは個人セッションぜひね、受けてみてください。さあ、ということで、今日の天秤座の火星のお話に戻っていきます。2025年8月の7日に火星が天秤座に入ります。そしてですね、なんとこの、天秤座に火星が入った次の日がライオンズゲートが最大に開く瞬間です。私の3軒のクリスタルショップはすべてこの瞬間にオープンをして、それによってものすごく宇宙に支えられて大成功を、収めております。で、そのまた次の日の8月の9日に天秤座の火星と双子座の天王星がトラインをします。で、同じ日にこの天秤座の火星はお羊座の土星ともオポジションを取るんです。しかもその次の日、8月の10日にこれまた天秤座の火星がお羊座の海王星とオポジションを取り、その日に天秤座の火星は水亀座の冥王星ともトラインをするんです。つまり火星が天秤座に移った途端、天王星、土星、海王星、冥王星っていうこの先生術を知っている人だったら4つの影響力のある天体を挙げてくださいって言われるとこの4つを挙げると思うんですけど、これが全部次々とアスペクトを取っていくということなんですね。ですからこれはこの天秤座に火星が入るということがすごく宇宙の意図に合っていると。トランスサタニアンの3つっていうのは宇宙の意図、意識、私たちへの伝言のようなものを表していますから、天秤座の火星に期待していたみたいな感じが起こっていくということです。ですからこの1ヶ月半、天秤座の火星の力を味方につけて効果的に自己表現をするということができると、めっちゃ宇宙に応援される、宇宙のお気に入りになるよということなんですね。ですからこれまた最後12星座別のアドバイスもしっかりしたいと思います。じゃあそもそも天秤座の火星ってどういうエネルギーなのか、それに寄せていけばいいわけですから、ちょっとチェックしてみましょうと。火星のキーワードは行動力、パッション、戦い、勝利、競争、衝撃的、自己表現。その戦いと自己主張の天体というふうに言われています。で、一方、天秤座の場所っていうのは、調和、ハーモニー、共鳴、共存、公平さ、美しさ、パートナーシップというテーマを持ちます。
火星が一人で戦うイメージですが、天秤座っていうのは調和を保ちながら人とパートナーシップをうまく保ちながら幸せになっていこうよという。だからつまり正反対の質を持つ者同士ということになるんです。じゃあこの天秤座はいかにして調和するかっていうことを学ぶ場所で、火星はどうやって勝つか、どうやって動くかっていう勝利と動きを求める場所で、独り勝ちしたい火星にとっては公平さを求める天秤座の場所は居心地の悪い場所ということになります。ですが、居心地の悪い場所に行ったからこそ目覚めたり気づけたりすることありますよね。皆さんもそうだと思うんですけど、人生でずっと居心地のいい場所にいると、ぬるま湯に浸かったようになり、感謝の気持ちも薄れてこれば、学んだり目覚めたりするということはないわけです。だってそれでいいから、そこから変化する必要がなくなっちゃうから。ただし今は風の時代への移行期だから、みんな変化しないといけないんです。だとすると、これはチャンスですよね。つまり、バランスを取ることや協力することを経験しながらも、意図的に自分自身を表現していく、意図的に動くっていうことを学ぶための場所ということになります。自己表現を火星がするためには、相手を思いやる行動を伴わなければならないよということに気づく場所です。だって自己表現というのは、あなたが好きなことを言います。これ自己表現と思ってる人も多いし、今コーチング難民と言われてるぐらいいろんなコーチングに皆さん参加してますけど、コーチによっては海外の人みたいにどんどん自分を表現していきましょうっていうことを自己表現に導いている人もいますが、海外に住んでいる私たちから言うと、逆に日本人の調和を重んじる気持ちって素晴らしいよね。それを失う必要はないよねと思うんです。何も自己表現って自分の言いたいことを言うだけじゃなくて、それを言っても相手に受け取ってもらえなければ表現したことにはならない。表現っていうのは自分の意思を誰かが受け止めてくれる。それは賛成かどうかはわかりませんよ。ただ、受け止めてくれる。聞いてくれる。これで表現できた。わがままに言っているだけだったら逆に誰も聞かなくなります。だからなんか自己表現を頑張れば頑張るほど自己表現できないっていうジレンマが起こってくることがよくありますね。これが火星の闇なんです。ですから今回は天秤座の火星期っていうのは、自分で表現したいためには、相手が聞いてくれるためには、どのように話せばいいのかということが気づいていく。つまり対立ではなくて、共に前に進むための方法というのを学べる場所なんです。で、それはある意味、天秤座の支配性である金星をお手本にすればいい。金星のように美しく華麗に戦う術っていうことなんです。あるいは戦略的に知的に調和を築き上げるエネルギー。このどちらからということです。美しさや華麗さを手放して必死で勝つためにっていうんじゃないよってことなんですよね。結局勝つってどういうことかっていうのはさっき言ったように自分の表現を相手にも聞いてもらう。そのためにはあなたが聞く人じゃないと誰も聞かなくありませんか？自分の意見ばっかりバーっていう人、ちょっと待ってちょっと待ってって言ってもずっと言ってる人、途中でプチって切りますよね。もう聞くことを。でも私の言うことも聞いてくれる。そうすると私もあなたの言うことを聞きましょう。こういうエネルギー、これが美しく華麗に戦う術。結局は自分の言いたいことをちゃんと言えるわけですからね。そして火星が天秤座を入りして、さっきも言ったように2日後に、まず天秤座の火星と双子座の天王星がトラインを取ります。そして天秤座の火星とお羊座の土星がオポジションを取ります。そして8月10日には天秤座火星とお羊座海王星がオポジションで、天秤座火星と水亀座冥王星がトラインを取る。さっき言いましたね。この立て続けに天秤座火星にばっかりトランスサタニアンが寄ってたかってアスペクトを取ってくる。やっとあなた天秤座火星に行きましたね。さあ、天秤座火星の学びが始まりますよ。まずは私が手助けしましょう。冥王星が。まずは、じゃあ次は私が、天王星は。みたいな感じ。で、この中にまずトラインから見えるのは開運への行動です。ですから、天秤座火星期にすべきことは何かが描かれています。この
何をすべきかはトラインを読めばわかる。対話です。対話、conversation です。戦うんじゃなくて。で、これもディベートとは違います。ディベートは討論。攻撃的なディベートや勝ち負けを決めるようなものではなくて、対話だから、そのテーブルの上にあなたの案、こっちの案を出して、それが共存する場所を見つけていくウィンウィンを目指す。相互利益とか公益みたいなものを目指していくための提案と話し合いです。例えば政治でも今、それが大事だよ、なんです。なぜならば自分の意見を押し通そうとしても、そうするとそういう人の落ち度を相手は探すだけです。よく政治でありますね。お互いの足を引っ張り合う。もうそんなことしている暇があったら国民に良き何か対策を考えてよって多分思う人多いと思うんですよね。そうじゃなくて政党同士がこう足を引っ張り合うということが起こってしまうんです。ディベート、抗議的な戦いだと。そうじゃなくてということですね。ですからこれは提案と話し合い、対話というのが天秤座火星期にすべきことです。ですから家族同士で何か決めなきゃいけない今後の案、次のホリデーの計画あるときにあなたの意見を通そうとするというよりは対話をしましょうよっていう、これをこの時期にやるととてもいいと思います。家族間だったりパートナーシップだったり仕事の仲間、いずれにおいてもこの時期の開運行動になります。そうすると新しい解決策がやってくる。また、もう一つは、ビジュアルと美意識を大切にした自己表現、これをやってほしい。自己表現って自分の思ってること、思想を紙振りもみ出して言うことではなくて、天秤座の火星っていうのは、見た目も大事よってある意味言ってるわけ。なんかこう特別なべっぴんさんであれということじゃなくて、自分の思想とか使命とか生き様とか、ここにも現れてるじゃないですか。だから私はよく髪の毛は赤とか青とか緑とかに染めてるんですけど、それは趣味でやってるだけではなくって、私という人がそんな50や60になっている人が自分の好きな色の髪の毛に染めているよという私のそのポリシーというか、みんなに伝えたいメッセージに合った格好をしてるんです。ファッションも割と奇抜、できるだけ他の人に、今日はなんかすごく珍しくおとなしいのを着てもおりますけれども、でもなんかその人と違うというのを割と意識してファッションもしています。で、そのヘアメイクとかね。ですから、喋るだけじゃなくって、あなたの身なり、どんな服を着てるのか、どういうことに気を使っているのかっていうこと、体のことを気を使っている人だなっていうのもそうですし、なんか明らかに自分の体気を使ってないだろうなと見てわかる人が、健康についてって語っていても、どうもこう辻褄が合わないじゃないですか。だからそのトータルプロデュース、トータルコーディネート、これが天秤座、火星期のやるべきことです。この2つです。それから天秤座火星期にすべきではない NG 行動というものがあります。火星天秤座入り直後のお羊座の土星とお羊座の海王星とのオポジション。これはかなり過剰なエネルギーを生み出します。特にコンフリクト、摩擦を招くエネルギーです。ということは、つまり、ここから導き出されるすべきではないことは、無謀で強引な自己主張です。次のホリデーに関して、もう絶対私の計画通り、私の行きたいところを押し続けるっていうふうにすると、じゃあもうホリデー自体やめないかって旦那さんに言われてしまうかもしれません。そうすると、どちらの願いも叶ってないということになりますから、こう強引であるということは今、裏目に出ます。ですが、一方で、優柔不断な態度や誤解を招くような曖昧な態度も NG です。これどちらも信頼を大きく失う可能性があります。私もなんか決められないわとか、ね、どう思うこれ、どっちって誰かが言っているのに、どっちにも好かれたいがために、いや、こっちもいいよね、あっちもいいよね、みたいなことを言い続けている
と、もうこの人はちょっともういいわ、私。付き合う相手じゃないわというふうに人が離れていってしまう時です。だからこの強引な自己主張はしない。ですが、返事はちゃんとだから、例えば相手の意見を通すだったら、もうどうでもいいけど、まあまあね、じゃあいいんじゃない、好きなようにという言い方じゃなくって、じゃあもっと積極的にポジティブに。今回じゃあなたの言うこと聞いてちょっと行ってみる。そういうあなた計画のホリデーもやってみたことないから楽しいかもね。こういう柔軟さです。ですから、曖昧な返事っていうのは NG 行動になります。イエスかノーかをはっきり返答しつつも、そこに正しさの主張とか過剰な自己主張が入らないようにするということが大切ということです。さあ、では、これに付け加えて、プラスして、アディションですよ。12星座別のこの時期、あなたへの他者からの信頼度が爆上がりする。そのための自己表現のアドバイスっていうものを今からいきたいと思います。ただ別に他者にあなたを評価してもらう必要なんてもちろんそもそもないんですよ。だからそんな話をしだすとまた、ずれちゃいますから。だけどこの時期はせっかくだから爆上げすることができるんで、そちらの方がいいじゃないですか。あなた誤解されたままじゃなくて、本当のあなたの才能、力、あなたの価値観、パワーっていうものをやっぱり表現しておくことに越したことはないわけです。しても受け付けてくれない人もいますよ。もう最初から人の価値をっていう人はいます。その人に向かっては何やっても、どの時期何やっても無理です。そんなところでもコネクトしなくてもいい。だけど、人の価値を理解しようとしている人たちの方が圧倒的に多くて、そういう人たちに認めてもらうのは嬉しいことです。なので、行ってみます。まず、お羊座さん。これ、太陽星座ですよ。勝利を求めるよりも、相手を理解する姿勢、これを全面的に積極的に見せておくと、あなたの評価が爆上がりします。妥協するっていうのは弱さの現れではなくて、実は妥協できる強さの現れであるっていうことを、今多くの人が気づいているんですね。ですから、なんか諦めるというのではなくて、積極的にあえて自ら勝たない選択をすることで勝つ。みたいな、そういう自己主張が本当の自己主張になるお羊座さんです。お牛座さんは派手で大きな表現ではなくて、日常の中にある出来事や行動の中に自分の意思や生き様をうまくはめ込んで表現していく姿勢が大事です。日々の生活に心を込めているあなたっていうものを表現していくと、周りがそれに伝染していく。あなたらしさ、あなたらしい生き方っていうのは、いいねっていう、私もやってみようかなっていう、自然に伝染していくんです。これ自己主張ができたじゃないですか。相手に伝わったから。こういうやり方が向いてます。双子座。言葉を超えた自己表現方法っていうものを受け入れて、新しくクリエイトしようとする姿勢が周りに気づきを与えていきます。ああ、そんな表現方法もあるね。すごいね。さすが双子座さん。みたいに評価されていくということです。蟹座。あなたにとってとても大切な存在、人、家族だったりを断固として守ろうとする姿勢、それを見せることがあなたにとっての自己表現です。おとなしく控えめに見える人が蟹座多いんですけれども、そのように今まであなたを見ていた人も、あなたの存在って実は力強くてパワフルな愛に満ち溢れているんだということが周りにこの時期理解され始めます。あなたのへの信頼が爆上がりします。獅子座。相手の立場や状況に応じてコミュニケーションや言葉を臨機応変に選択していく姿を見せていくと、周りはそれにインスパイアされていきます。いいね、獅子座ってやっぱりクリエイティブよね。あんな風に臨機応変に対応できるんだ。またあなたの価値が上がります。乙女座。自分自身の価値観そのものとか、あなた自身という人の価値とどう向き合うのかっていうテーマが濃い時なんですね。ですから自分の価値に沿って行動する姿勢を貫くことが今大事。そうすると外から見たあなたの価値も上がっていきます。
何か自分の価値観をこう抑えて見せないようにしていると、外からもあなたに対するこの人ってこういう人ねっていう価値の評価がこう低くなるので、こう逆を目指しましょうということですね。天秤座。あなたが美しいと思う世界を遠慮なく表現しましょう。だって天秤座の火星だもん。天秤座が天秤座らしくいればいいんです。誰かに共感してもらう必要なんか全然ないです。自分の世界を表現するその姿に人は感銘を受けていく。その違う意見かもしれない。だけど感銘を受けるんです。それによりあなたの信頼が爆上がりします。サソリ座、スコーピオ。信じた道を学び、アウトプットして前進する。このセット。学んでアウトプットして前進する。そのままそれを続けながら次のレベルに進もうとしている自分自身を表現してください。私が経験して信じた道を私は今進んでいて、この道の中でさらに上の景色へと皆さんを導いていきますよという意識が周りにもやる気を起こさせます。いて座。あなたの未来のビジョンにより近づくために、コミュニティに共鳴するような自己表現をすると、いて座の太陽の持つおおらかさや開放的な光の側面にスポットを当ててくれます。人々はあなたが仲間でいてくれてよかった。やっぱりこういう人がいるとっていう、あなたの素晴らしさをそれによって再認識してくれると思います。カプリコーン、ヤギ座。責任感あふれるあなたの姿勢、言動が人々からの信頼を勝ち取る時です。地に足のついてない人が多くなるこの時期ですから、余計にあなたのそのグランディングした生き方の素晴らしさが再評価されると思います。そしてアクエリアス、水亀座。あなた自身が信じている世界がたとえマイノリティであったり、ちょっと多くの人がなかなか共感しにくいようなものだったとしても、あなたが自分の信じる世界への愛を表現していくことで、あなたの信頼が爆上がりします。そのぶれない精神っていうのが、人々の気づきと目覚めにつながっていくんですね。私もあの人みたいに勇気出してみようかな。インスパイアできます。最後、魚座です。パイセーズ。あなたがあなたらしくいられないものを手放しましょう。心の奥の奥底の底の底のところにある本当のあなたを惜しみなく表現してください。ありのままのあなたの姿こそ周りの人にものすごい希望を与えるからです。ということで以上です。素晴らしく美しい自己表現を私たちそれぞれが意識することで、それぞれの個性とかユニークさを生かして、お互い共鳴、共存、お互い信頼し合い、お互いに評価し合える、お互いの価値を認め合う、共振していくということができる時です。きっと今何らかの形でこの今動画を見てくださっているという人たちは、きっとソウルの計画のどこかで今つながることを約束してきたと私は信じてます。いつもそう思ってるんです。なので改めてこのつながりに、素敵なつながりに感謝いたします。出会っていただいてありがとうございます。最後にそんな素敵な皆さんに、よいしょ、セプタグラムの宇宙から降りてきた65枚のカードで、リーディングをさせていただきたいと思います。1枚、一番ピンポイントで今皆さんにお伝えすべきメッセージを1枚ピンポイントでお伝えします。セレナですね。月の、これはホワイトムーン、月の光セレナです。先生術の感受点の一つでもありますね。これ、一番奥の先、それこそ奥の奥の奥にある光はみんな同じこのセレナだよという意味なんですね。イライラして怒っている自分とか、もう最近自分のことがなんか好きになれないなっていう、自分を見るときも私だってありますよ。ありますけど、でも全部それって今頑張らなきゃいけないストレスがあったり、他者からのいろんなプレッシャーもある、そういうものの影響でそうなっているだけで、本当のあなたじゃないんですね。一番奥の奥のところにはみんなこのセレナの白い光を持ってるんです。ですから自分自身の純粋な光を信じて、みんな自分のことを好きでいるということが今多分とても大事。自分の嫌な側面を見ても信じてください。私の内側の奥の奥にはセレナの光があるということ。
ということで、素敵な天秤座火星期をお過ごしください。